いとちょころっとバトルをしたはいいと思います。ごめん皆さんこんにちは。南米コネクトのアキラです。Hola chicos, ¿cómo están? ハポティーナです。今日はちょっと特別な、ビデオを作っています。はい。アキラさんは今サンティアゴ、チリにお住まいなんですよね。はい、そうです。今ここはでもペルーのリマです。リマです。私のこんな近くです。近所です。そうここ、リマに、来ることになったので、ちょっとせっかくなのでハポティーナさんと会って、一つビデオを作ることにしました。はい。なんと私たちは南米にいる日本人つながりでもあるんですけど、実は大学も一緒だったというそうなんですね。今日は、チリあるいは、チリとペルー、サンティアゴとリマの、住み比べ、お互い、日本人としてここ南米で、住んでて、どういった違いがあるのか、どっちの方が住みやすいのか。そうですね。いいところちょっとバトルをしたいと、はい、思います。そうでまずは、私がここ、リマに来てびっくりしたのが、結構、1週間ぐらいいるんですけど、ずっと曇りなんですそう今日は6月末なんですけど、はい、南米だと冬なんですよね。うん南米では冬で、はい、でリマは冬はそんなに寒くはないんですけど、とにかく毎日曇りです。全く晴れないですね。でも最低気温14度とかなのであったかいです。そんなに寒くはなんないです。サンティアゴは逆に寒いですよね。そう寒いけれども、晴れてるんですよ。ずっとやっぱりこう日本から見るとチリも南米もラテンだけど寒いですから。そうですよね。雪も降りますもんね。雨も降りますよね。リマは逆に雨降んないんですごい住みやすいです。今何度ぐらいかな。15度。今ですか16ぐらいだと思います。16度。そこまで。でも今は一番寒いんだよね。これが真冬です。チリは一番寒い時、今が多分5度とか、本当に寒い時は0度に近くなって、東京に近いですね。そう雪も時々降ります。やっぱ東京っぽい。ただ湿気が全然ないので、確かにここ来ると湿気をすごい感じます。でもお肌にはいいのでぜひ女性はリマへそうなんですね。でも私はリマの天候好きです。あとやっぱりね、リマといえば食べ物ですね。食べ物が本当ペルー美味しくて、正直チリ私も何度か行ったんですけど、まずかった確かに場所にもよると思うんですけどね。ご飯はチリサンティアゴだと選んでいかないといけない。なんか美味しいとこ知ってる場所知らないと結構外れのところがあるんだけど、ペルーは今のところ一人でこうレストランとかにも行ってるけど外れが今のところない。ですよね。美味しい。同じペルー料理をチリでも食べてるけど全然違う。やっぱりペルーの方が美味しいですか。本場のペルー料理の方が美味しいとみんな聞いたみたいなやっぱペルー料理ファン多いんですよね。ペルー人はみんなそれが一番誇りなんで。あとはここそういう料理のソースの種類がいつもこうなんか食べるとサルサいろんなサルサが出てくる。アヒとかもね。チリはあんま辛いもの食べないですよね。食べない、ただ美味しいところは美味しいもちろん。はい。でもやっぱりチリの方が発展してますよね。また私が驚いたのはやっぱ地下鉄があるやっぱり今なくて、私今何が恋しいかって地下鉄とか電車で移動できた日本の生活が懐かしくて、もう昨日ちょっと地下鉄に乗ろうとして地下鉄じゃなかったところがあって、そのメトロって書いてるのにそうなんかこうワンちゃんの集まりが本当だありますワンちゃんたちが囲まれて、なのでそういうインフラの部分はペルーはひどいなと思います。特にその道路が穴だらけっていうのがちょっとボコボコで、運転も荒いし、運転もびっくり。本当にひどい。世界一悪いらしいですよ、リマの運転が。メキシコシティとリマがトップ1、2らしいです。広さが今回は本当にひどい。ちょっと運よく運転はしなくてもいいんですけども、運転手の人の運転を見てるとこうやって運転するんだってもうレーンとか関係ないですもんね。レーンも関係なく行きたい人がそのまま行くっていう。こうどうぞっていうそういう
文化もない。歩行者も気をつけないといけないですね。そう、歩行者気をつけてください。リマは本当優先してくれないので、歩行者のこと、かなり危険です。車一番の。そうなんです。それはでもやっぱチリに行ったらもっと紳士的で、こうマナーがある国だなって思いました。サンチャゴの方がやっぱりみんな穏やかですよね、運転に関しても。やっぱりこう携帯盗まれたりとか、そういう盗難事件もやっぱペルーの方が多いですよね。多い。ペルーのはやっぱちょっと治安が悪いと思います。ただチリもチリで、そこは同じで、あります。僕も携帯一回盗まれたことそうなんですか。で、多いのがこういう路上で電話してると自転車で来てパーって取られて、そのまま。そうペルーでもそれ聞きます。私はまだ幸い被害あったことないんですけど、やっぱり自転車とかあとバイク乗ってて、こういう女性のカバンを後ろからパッてひったくってっていうのは聞きますね。あとはマヨネーズとかマスタードをかけて大丈夫ってこう気取ってる間に違う人が盗んだりっていうのも結構アルゼンチンとチリの定番のそうなんですか。盗みのメソッド。ペルーはやっぱあとバスの中とかで、バスの中で気を使ってるつもりでもやっぱプロはすごいらしくて、こっちは気づかない間にカバンが開いててお財布だけ取られてるとかはやっぱ結構ありますね。あとは話したいのが人。そうですね。どうですか。僕はペルーの人はチリ、サンティアゴと比べてもっとあったかい感じがしました。嬉しい。全然知らない人でもこう歩いてると挨拶されたりとか、あとここは日系人が多いので、アジア人を見て、今日会いに来た時も2回道を聞かれてペルー人に道を聞かれるアキラさん。道を聞かれて、それびっくりしました。確かにあんまりこうアジア人だっていう偏見みたいのはないかもしれない。先入観とかも持たれない。私もペルー人に間違えられる時もたまにあります。ここ確か日系人、日本人の子孫の人が10万人ぐらいいるって。そうです、人口の 1%、かなりの人がいて、今選挙もやってるんだけど、選挙の人の名字が日系人だったり、そうなので、そういう関係で日本人にとっては住みやすい、あるいは偏見があまりない国だと感じました。チリの方が、チリは結構二度見されて、今はその日本人とかK-POP がそういうの流行ってるので、逆に珍しいプラスすごく憧れる、すごく親日なところあるので、珍しがられて見られてる感じがする。なるほど。そうですよね。私もやっぱりメキシコ行った時とチリに行った時は日本人っていうので二度見ってやっぱありました。で、特にチリの南部とかサンチャゴから離れれば離れるほど子供とかが寄ってくるみたいなのはありました。あとチーナとかって言われる？言われます。それはすごいチニータっていう。なるほど。こっちはもうチーノとかチーナがアジア人って意味で使ってるので、別に中国人とか決めつけてるわけではなくて、それがアジア人のお嬢ちゃんって意味で、チニータってメルカトではいつも言われてます。僕もそれに慣れてたんだけど、この近年2年前ぐらいからは、前はチニートって言われなくなって、ハポネスでしょとか、なんか見分け、チリでサンティアゴで結構みんな見分けるようになったと思う。それはペルーにはないと思います。聞かれますけど、でもチニータですね。あとチリもパーティーはやります？遅くまで。チリのパーティーは遅い。まだここでパーティーはしてないんだけども、チリの場合はだいたい夜中の1時スタート。1時スタート？パーティーが遅い。さすがのペルーでもそこスタートはないですね。何時ぐらいから？一番クラブとかでも人が入るのはもう12時ですね、やっぱり。なるほど。で、夜中3時までっていうのが一応ルールで決まってるので、音楽かけていい。1時じゃ遅くないですか？何時まで踊るんですか？1時ぐらいから踊り始めて5時6時に帰る。でもちゃんと実は理由があって、チリって73年から81年2年ぐらいまでは軍事政権でトケデケだって言って、夜の8時から12時までは外へ出ちゃダメっていう外出禁止令があったので、それの名残なのか、みんな外に、みんな夕飯を食べて、その時間が過ぎるのを待って
出かけるから外出るっていうのが今でも残ってるんですね。そういやでも本当南米の人って夜更かしですよね。夜更かし子供も平気で11時とか12時まで起きてるし、別にそのクリスマスとかじゃなくても、ずっと起きてるし、おばあちゃんおじいちゃんも夜中の明け方まで踊ってたりするから本当すごいなと思います。で物価はペルー安いんですよ。安い。安い。やっぱ日本の3分の1ぐらいです。でも感じた。ストレス自体もすごく安いので、日本円で200円ぐらいでお腹いっぱい食べれます。しかも美味しい料理を。レストランは安いなと思った。安いです。もちろんピンキリなんですけどね。ローカルのとこ行くとサンドイッチとか、ハンバーガーとかウンソルとかでも売ってますもんね。ウンソルで売ってる？それはサンドイッチシンプルな露店っていうかはウンソルです。そうね、いいところはもうちょっとやっぱテンソレスとかある。ちょっとそういいところでもテンソルで、そうすると200-300円。200-300円だよね。そういうところ安いなと思って。サンチャゴはどうですか？サンチャゴは例えばいいのが比較しやすいのがマクドナルド。いいですね。日本より高い。日本より高い？マックセットが6000、3000コカ・コーラハンバーガーポテトフライのセットが4000ペソ800円。高い。日本はやっぱ500円ぐらいですもんね。そうマックならワンコインって500円ぐらいで買えるっていうのが。ペルーだとやっぱ400円ぐらいかな。400円、半分。そうですね。やっぱチリ高い。でしかも美味しくないのに高くて美味しくないって最悪とか。そう知らなければ美味しくないところに当たっちゃったのかもね。そうかもしれない。そう美味しいところもある。高くて美味しいところ知らないとやっぱり高いのにまずいというところも結構ある。やっぱチリはその分発展してますよね。やっぱ物価高いだけあってやっぱ街並みも綺麗だし、もう少し洗練されてる。高い分例えば道路とかは結構いっぱいお金を払うけどその分綺麗にしてある。そうですよね。やっぱりなんかカリフォルニアに似てます。気候とかも。ペルーはやっぱまだまだ途上国っていう感じです。いかがでしたでしょうか？チリとペルーの違い、近くても、お互い自信があったとしても結構違いがあるんです。なので皆さんがぜひ南米でチリかペルーで住みたいと思った時の良い比較ビデオになればいいのかなと思います。はい。じゃあ That's it for today. Thanks for watching. それではnos vemos. Chao.